皆さんこんにちは、じゅんです。今日は日本の春についてお話しします。日本の春といえば何を思い浮かべますか？多くの人が桜と答えると思います。でも実は日本の春にはあまり知られていない面白い文化や考え方がたくさんあります。日本人は桜をとても大切にしますが、ただ見るだけではありません。お花見という文化があります。桜の下で食べたり飲んだりするイベントです。実は昔の人も同じことをしていました。平安時代、今からおよそ1000年前から貴族が桜を見ながら詩を読んだり、お酒を飲んだりしていました。そして桜にはもう一つ大きな特徴があります。それはすぐに散るということです。人間の力ではどうにもできない。だから日本では桜は美しさと儚さを表す花と考えられています。儚さはずっと続かないで消えてしまいそうなことです。この儚さを美しいと感じる感覚は日本独特の文化でしょうか？あなたの住んでいるところでも同じような感覚、文化がありますか？これと同じように日本っぽい感覚がもう一つあります。日本の重要な建物、空間は意外とシンプルです。例えば、天皇陛下が海外からの要人、大切なお客様を迎えるときに使う部屋はとてもシンプルです。豪華な装飾でいっぱいという感じではありません。これは何もないのではなくて、わざと少なくしているのです。日本では美しさは足すことだけでなく、減らすことからも生まれると考えられています。桜は時間とともに消えていく美しさ。一方でシンプルな空間は最初から余計なものを減らして作られた美しさです。方法は違いますが、どちらも多すぎないことに価値を見つける日本らしい感覚だと思います。春は美しい季節ですが、日本では花粉症に苦しむ人も多いです。特に多いのはスギ花粉です。戦後、日本ではたくさんの杉の木が植えられました。その結果、春になると大量の花粉が飛ぶようになりました。今では日本人の約3人に1人が花粉症だと言われています。春にマスクをしている人が多いのは風邪ではなく花粉症のためかもしれません。日本では4月が新しいスタートの時期です。学校は4月に始まり、会社も4月に新入社員が入ります。人間関係が一旦リセットされて、新しく作り直される時期でもあるのです。これは世界的に見ると少し珍しいですね。理由の一つは昔の農業のサイクルにあります。春は始まりの季節と考えられてきました。春と聞くと暖かいイメージがありますが、日本の春は意外と寒いです。三寒四温という言葉もあります。3日寒くて4日暖かいという意味です。気温が安定しないので体調を崩しやすい季節でもあります。そんな春には
特別な食べ物があります。例えば、タケノコや菜の花です。面白いのは少し苦い味の食べ物が多いことです。これは冬の間に体に溜まったものを外に出すという考え方と関係しています。つまり春は体もリセットする季節と考えられています。春になると景色だけでなく音も変わります。例えば、ウグイスという鳥の声です。ほーほけきょという鳴き声を聞くと春が来たと感じる人が多いです。私はウグイスの鳴き声が大好きです。日本の春の楽しみ方の一つです。今日は日本の春についてお話ししました。もし日本に来ることがあれば、ぜひ桜だけでなく、こうした小さな違いにも注目してみてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとう。バイバイ。